こんにちは、ロック204チャンネルです。今回はFreeCAD 1.0 リンク関連ツールの詳細についてお送りします。FreeCAD のリンク機能について紹介します。FreeCAD には、外部ファイルや他のFreeCAD ドキュメントへの参照をリンクするためのリンク機能がいくつかあります。これらのリンクは、アセンブリーの作成、外部データのインポート及びドキュメント間の関係の管理に役立ちます。このリンクが使用される場面として3つのケースが想定されます。1つ目はアプリリンク、これはドキュメント内のリンクです。次に外部ファイルへのリンク。そしてアセンブリーでの利用などが挙げられます。アプリリンクと言われるのはFreeCADドキュメント内で他のオブジェクトへの参照を作成するための主要なリンクタイプです。アプリリンクを使用すると元のオブジェクトを変更すると、リンクされたオブジェクトも自動的に更新されます。これによってアセンブリー内で部品のコピーを複数作成し、元の部品を変更するだけで、全てを更新するといったことが可能となってきます。次に外部ファイルへのリンクですが、FreeCAD では、ステップ以外図、STL などの様々なファイル形式のインポートをサポートしています。これらのファイルをFreeCADドキュメントにリンクすることで、外部ファイルを常に最新の状態に保つことができます。これによりサプライヤーから提供された部品の CAD データを直接リンクし、変更があった場合は自動的に更新することができます。アセンブリーワークベンチでの利用では、複数の部品を組み合わせてアセンブリーを作成するためのツールを提供します。アセンブリー内ではアプリリンクを使用して部品間の関係を定義し、アセンブリー全体を管理することができます。また外部ファイルのリンクとアプリリンク機能を組み合わせることで、複雑なアセンブリーを効果的に作成することができます。FreeCAD でリンク機能を使用することによって得られるメリットは3つあります。1つ目は、データの整合性です。リンクを使用することで、元のデータを変更すると、リンクされたデータも自動的に更新されるためデータの整合を保つことができます。2番目として効率的な設計を行うことができます。リンクを使用することで部品のコピーを複数作成し元の部品を変更するだけで、全てを更新できるため設計変更の効率化が行われます。3番目として、他の協業者とのコラボレーションに効果的に働きます。リンクを使用することで複数のユーザーが同じデータをアクセスし、共同で作業することができます。FreeCAD のリンク関連ツールには、リンクを作成、サブリンクを作成、リンクで置換、リンクを解除、リンクをインポート、すべてのリンクをインポートなどのコマンドがあります。最初に、リンクを作成コマンドについて説明します。これは同じドキュメント内または、別のドキュメント内の別のドキュメントオブジェクトを参照またはリンクするオブジェクトの一種であるアプリリンクを作成します。特に一つのオブジェクトを複数回効率的に複製するように設計されているため、小さなサブアセンブリーからまたネジ、ナット、同様の留め具などの複数の再利用可能なコンポーネントから複雑なアセンブリーを作成するのに役立ちます。リンクを作成コマンドの操作について説明します。最初に紹介するのはアプリリンクの場合です。これは同じドキュメント内でのリンクを作成するものです。まずリンク元をモデルビューより選択します。この例では立方体を選択しました。次にリンクを作成コマンドを選択します。するとモデルビューに立方体のリンクが作成されます。この例では立方体001というオブジェクトが追加されています。こちらのマークにはリンクを表す矢印マークが確認できます。リンクされたオブジェクトは元の立方体と重なって見えにくいので変換を使用し移動したものが右の図となります。先ほどは同じドキュメント内の操作でしたが、ドキュメントをまたいでリンクを作成することもできます。これを外部リンクと言います。リンクを行う前に、リンク元のドキュメントファイルとリンク先のドキュメントファイルを保存しておくことが重要です。次に、リンク元の図形を選択します。そしてリンク先ドキュメントを選んだ後、リンクを作成ツールをクリックします。するとリンク先ドキュメントにリンクが完成します。リンクを作成する場合、ドラッグ&ドロップを行うことによっても作成することができます。先ほどと同様にリンク先とリンク元の2つのドキュメントが保存されている場合について説明します。
最初にリンク元より図形を選択します。そしてオルトキーを押しながらリンク先ドキュメントにドラッグ&ドロップします。すると右の図のようにリンク先ドキュメントに選択した図形のリンクが完成します。リンクを行うとリンク元のプロパティが変更されるとリンク先オブジェクトに変更された内容が反映されます。この例では、リンク元の立方体の高さを変更した例を示しています。リンク元の立方体の高さを 10cm から 15cm に変更すると、リンク先の立方体も 10cm から 15cm に変更されます。次に、サブリンクを作成コマンドの操作について説明します。この機能は、選択したサブ要素のリンクを作成するものです。最初に、3D ビューでサブ要素を選択します。これは、頂点、エッジ、面、またはこれらの任意の組み合わせを意味します。またこれらのサブ要素は、一つのオブジェクトに属している必要があります。次に、サブリンクを作成ボタンを押します。すると生成されたオブジェクトには、元のオブジェクトと同じアイコンが表示されますが、相対リンクであることを示す2つの矢印オーバーレイが表示されます。このスライドの例では、立方体の2つの面をコントロールキーを押しながら選択した後、サブリンクを作成ボタンをクリックしています。すると、選択した2つの面のみがリンクされ、右図のように移動すると部分的にリンクが作成されていることがわかります。リンクで置換ツールは、ツリービューに表示される親オブジェクトの子に作用します。例えば、パートブール演算などに関与する2つのオブジェクト A と B がある場合、A オブジェクトをリンクに置き換えることができます。例えば立方体と円柱が結合されたフュージョンにおいて、子オブジェクトである円柱を選択します。次に、リンクで置換ツールをクリックします。すると選択した円柱は、外部に作成された円柱のリンク先となり、外部にリンク元となる円柱が追加されます。リンクを解除ツールについて説明します。このツールは、先ほどの逆の機能を果たします。この操作は、std パートのようなコンテナからリンクを削除し、代わりに実際のオブジェクトを内部に配置するために使用されます。先ほど作成されたリンクを元に説明していきます。はじめに、コンテナ内の内部リンクを選択します。そして、リンクを解除ボタンをクリックします。すると、コンテナの選択されたリンクは解除され、リンク元となっていたオブジェクト部がリンク先となり関係が逆転します。リンクをインポートツールについて説明します。このスライドの例では、リンク元には立方体と円柱で構成されるパーツが配置されています。これを別のドキュメントでリンクを作成した状態が左の図となります。最初に、このリンク先ドキュメントのリンクを選択します。次に、リンクをインポートをクリックすると、右の図のようにリンク元のオブジェクトのコピーがリンク先ドキュメントにインポートされます。最後に、すべてのリンクをインポートコマンドについて説明します。前のスライドでは、一つのパーツのリンクのみのインポートでしたが、このツールではリンク元のすべてのリンクをインポートすることができます。操作は、リンク先ドキュメントを選択した状態で、すべてのリンクをインポートボタンをクリックします。すると右図のようにすべてのリンクのオブジェクトのコピーがインポートされます。今回はリンク関連ツールについて紹介します。リンク機能を使用すると、同一ドキュメント内または、ファイル間で形状情報を参照できます。最初にリンクを作成ツールを紹介します。こちらに、リンク元となるパーツとフュージョンを用意しました。こちらのリンクを作成ツールを使用します。最初にこちらのフュージョンを選択します。そして、リンクを作成ツールをクリックします。すると、モデル内に Fusion001 というオブジェクトが作成されます。これが Fusion のリンクです。このリンクオブジェクトを動かしてみましょう。これがリンクされたコピーです。それでは、リンク元の Fusion の円柱の高さを変更してみましょう。円柱を選択し、高さを 15mm に変更します。すると、このようにリンク先のオブジェクトも連動して変更することができます。それではリンク元のフュージョンを元に戻しておきましょう。
次に、このリンクを削除します。次は、パーツのリンクも作成してみましょう。パーツを選択した状態でリンクを作成ツールをクリックします。するとこのように、パーツのリンクコピーができました。わかりにくいので移動してみます。変換ツールを使用して移動します。パーツをリンクした場合も、リンク元の形状を変更すると、リンク先に影響を与えます。半径を 6mm に変更します。すると、リンク先の球体の半径も 6mm に変更できました。それでは、このリンクも消しておきましょう。次に、別のドキュメントへのリンクを説明します。コピー先として、新しいファイルを作成します。今、このファイルは名称未定のドキュメントとなっています。こちらにリンクを作成してみましょう。まず、リンク元となるパーツを選択します。この状態でリンクを作成ツールをクリックします。すると、このようなリンクドドキュメント not saved というエラーメッセージが表示されました。これはリンク元となるドキュメントがまだ保存されていないことを意味します。それではこちらのドキュメントを名前を変更して保存しましょう。ラベルをソースに変更します。保存アイコンをクリックします。保存ダイアログが表示されたらファイル名を確認して保存ボタンを押します。それではもう一度リンクを作成してみましょう。パーツを選択します。そして新しいドキュメントに移り、リンクを作成ボタンをクリックします。すると、今回は、オーナードキュメント not saved のメッセージが表示されたので、コピー先のドキュメントも名前を付けて保存する必要があります。こちらのドキュメントのラベルをターゲットに変更します。それでは、こちらも保存しておきましょう。コピー先、コピー元とも保存されたので、再度実行してみましょう。コピー元のパーツを選択して、リンクを作成ツールをクリックします。すると今度は、うまくリンクが作成できました。このように、異なるファイル間でのリンク作成は、コピー元、コピー先が保存されていることが必要となることがわかります。フュージョンのリンクも作成してみましょう。コピー元のフュージョンを選択してリンクを作成。ボタンを押します。そして、変換して移動します。すると、このように異なるドキュメント間でのリンクが作成されていることがわかります。次は、サブリンクについて説明します。この機能は、オブジェクトの面やエッジといったサブ要素のリンクを作成するものです。この例では、円錐と立方体より構成されるフュージョンを使用して説明します。例えば、こちらの円錐を可視化して、上面をクリックし、選択します。ここでサブリンクを作成ボタンを押します。すると、モデルに円錐001と言われるサブリンクが作成されました。それでは、このサブリンクを選択して移動してみましょう。このように、サブリンクでは、複合体の一部のリンクを作成して利用することができます。また、サブリンクにおいてもリンク元の形状を変更すると、サブリンクにも影響を与えます。リンク元の半径を変更してみましょう。このようにリンク元と参照先が連動して動くことがわかると思います。同様に、立方体の面もサブリンクで参照してみましょう。立方体を選択し、可視化して面を選択します。そして、サブリンクを作成を選択します。すると、モデルにサブリンクが作成されますので、これを選択して移動してみましょう。このようにサブリンクでは、ソリッドの一部である面などをリンクして、新たなオブジェクトを作成することができます。それでは次にリンクで置換ツールについて説明します。このコマンドを実行するフュージョンは、
こちらのような立方体と円錐が結合したオブジェクトです。このフュージョンの中の立方体をリンクに置き換えてみましょう。立方体を選択した状態で、リンクで置換をクリックします。すると、フュージョン内の立方体は、リンクマークが表示され、フュージョンの外側に新たに立方体が追加され、こちらがリンク元となっています。このようにリンクが形成された場合、リンク元を選択してプロパティを変更してみましょう。高さを変更してみます。するとこのように、リンク先のフュージョン内の立方体に影響を与え高さが変化します。これがリンクで置換コマンドです。このように、リンクで置換コマンドで、作成されたリンクを解除するには、リンクを解除コマンドを実行します。するとフュージョン内の立方体はリンクマークが取れて、フュージョンの外側の立方体にはリンクマークが付加され、両者の関係が逆の状態となります。これがリンクを解除コマンドです。次は、リンクをインポートコマンドについて説明します。このコマンドは、リンク元のオブジェクトをインポートするものです。リンク元となるドキュメントには、このようなパーツとフュージョンが配置されています。こちらのファイル名には、ソースと名前を付けています。そして、このソース内には、パーツとフュージョンを配置しています。そして別のドキュメントターゲット02にリンクを作成していきます。ドキュメントをターゲット02に変更し、ソースのパーツを選択し、リンクを作成します。すると、このようにターゲット02にパーツのリンクが作成できました。この状態で作成されたリンクを選択して、リンクのインポートを行ってみます。すると、リンク元のオブジェクトが、このようにインポートされます。これがリンクをインポートコマンドです。取り込まれたオブジェクトは、非表示となっていますので、目のマークをクリックして表示してみましょう。それでは、次のコマンドを説明するために、これらを削除しておきましょう。最後にすべてのリンクをインポートコマンドについて説明します。最初にターゲット02に、パーツとフュージョンのリンクを作成します。フュージョンのリンクは見えにくいので、移動します。このように、複数のリンクがあるとき、同時にリンク元のオブジェクトをインポートしたい場合に、すべてのリンクをインポートコマンドを実行します。するとこのように、一括して、複数のリンク元のオブジェクトをインポートすることができます。これがすべてのリンクをインポートコマンドです。